今日は非常に大きなスケールの、空間とそれから時間で、そして、ポリティクス、カルチャーを、お話ししたいと思いまして、このテーマを組みました。で、やっぱりアウタースペース、宇宙っていうのは、私たちの日常と馴染みがないので、とても遠いことのように皆さん思われているかもしれないんですけれども、非常に多くなもちろん安全保障も含めて大きな政治で、そして衛星などを使って私たち日常にいろいろなネットワークを供給している、そういうインフラ的なことも含め、今までの私たちが宇宙と考えていたそのつながり方と今状況が大変変わってきています。そういう意味でそういう私たちが本当になかなかハードウェアもソフトウェアもスケールが非常に違うものをどういうふうに例えばマネジメントするのか、あるいはそういうことをデザインするのか、そういうことも含めたスケール感のお話を今日はちょっとこの3人で展開していただきたいと思っております。このクロストークはやはり一人必ずクリエイターの方に入っていただくということで、デザイナーのタクラムさんのお二人に入っていただいてます。で、やはり今エンジニアの時代とも言われています。で、エンジニアリングとマネジメントが非常に大切で、いろいろ新しい進行の状況、そして資源情報、そういう状況の中でその2つというものがどういうふうにして絡まって動いていくのか。で、その中に、ヒューマニティとかクリエイティビティとかアートとか、そういう感性的なものがどういうふうに含まれてくるのか、そういうことも含めて今日のお話にできたらと思います。ではまずはじゃあ鈴木先生から。はい。はい。で本当にエキスパートでいらして、2011年にこの宇宙開発国際政治という岩波書店から、素晴らしい本が出ておりまして、でこれに関しては非常に網羅的に今どういう状態に、宇宙開発と国際政治があるのかということについて本当に詳細な調査と論述をなさっています。じゃあちょっと鈴木先生からはい。ご発声お願いいたします。はい、ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました。この国際文化会館の地形学研究所の鈴木でございます。この宇宙開発と国際政治という本を書いたのが、かれこれ、十数年前でありまして、2011年。もうだいぶ、時間ももう経ってしまって、で、そこからやっぱり大きく変わったことがいくつかあります。特に最近ですとやっぱり一番目立つのがイーロン・マスクですね。トランプ政権のいわゆる同時っていう政府効率化省っていう、そういう名前になってますけれども、バッサバッサと連邦職員の首を切るというこういうコストカッターみたいなことやってますが、彼のやってることっていうのは今彼がやってきた宇宙開発の分野、特に有名なのがスペース X というロケットの会社とスターリンクというこの衛星の会社ですね。この2つ両方ともこのイーロン・マスクがやってるんですけど、このイーロン・マスクが今やっているこの新しい事業というのはまさに私がこれを書いた2011年から見てもすごく大きく飛躍した分野、要するに民間の企業の大富豪である、イーロン・マスクがこの、国のお金も使いながら宇宙開発に民間として参入してくると、これまで例えば NASA ですとか JAXA ですとか宇宙開発って国がやるものだというこういうイメージが強くあって、私の本も、アメリカ、ロシア、中国、日本、インド、ヨーロッパと国がやってることを中心に書いたわけですけれども、もうその時からだいぶ変わってきて今やもう民間が主導する宇宙開発というこういう世界ができてきて、でじゃあ NASA とかなくなったのかっていうとそんなことはないんですけれども、国がやってる仕事を民間にアウトソースするみたいな形でこの民間の活力を生かしながらこの国はお金にならない話ですね。例えば宇宙科学とか宇宙探査ですね。行っても誰も商売の相手がいないようなところに向かっていくと。でも地球相手の商売っていうのは例えば通信衛星にしても地球観測衛星にしてもそれを買ってくれる人がいるのでお金になる話っていうこういうところはもうイーロン・マスクが飛びつくという、こういう世界になってきています。でアートとデザインという話につなげて言いますと、まさにこの新しいこの民間がやる宇宙開発っていうのはこれまで一品物のある種
こう芸術的に作られていく、そういうこうある種の機能美みたいなものがある、こういうロケットや衛星から、もう本当にもう大量生産大量消費じゃないですけど、もう規格化されたものにどんどんこう変わっていく、そういう側面がかなりあって、言ってしまえばアーティスティックではなくなっていくっていう世界でもあると。大体大量生産するとそういうふうになっていくんですけど、ただそれがですね、やっぱりこの、今をこう生み出しているさまざまな価値ですね。例えばその宇宙開発の中でも、例えばそのスターリンクを使ってウクライナの軍隊がこの、ロシアと戦う時に非常に強い影響を及ぼしている。でそういうことが進んでいって、その宇宙開発というものがもう民間がやっているのに軍事に関わるみたいな、そういうこうズレみたいなものが起きていて、軍と民とか国と、個人とか、そういうこう区別がだんだんなくなっているのが宇宙だっていうことで、もう一つ最後に最後というか多分これからいろいろ話は出てくるんですけど、もう一つ私のこの最初のリマークとして言っておきたいのが、宇宙ってこう国がこう占有できない空間なんですよね。衛星って地球の周りをぐるぐる回ってないと落っこちてきちゃうので、ずっとこう例えば他の国の上空でもバンバン飛んでいくわけで、そのある特定の国がそこの場所を支配できない、そういう空間である。つまり例えば中国やロシアやアメリカやどの国も使いたい人は自由に使える、民間でも国でも自由に使えるという、いわゆるグローバルコモンズって言われるこの共通の空間であるっていうところが非常に面白くて、でその人類共有の空間であるにもかかわらず、俺の国の衛星はこの相手の国の衛星をやっつけてやるみたいな、こういう国の要するに争いの場でもあるっていう、こういう性格も持っている。非常にそういう意味では国とこのコモンズっていうこういうところのなんていうズレというか間にもこうなんていうか曖昧さが残る、非常にこう軍民個人国、そして、そのコモンズとこの国みたいな、そういうこのズレが生じるところが、宇宙の面白いところかなというふうに思ってます。特にやっぱり私たちが考えてる、国家間の争い、本当に一番最初、本当にソ連とそれからアメリカから始まったところで、お互いに意地の張り合いでやってきたところで中国が参入するっていうことも含めて、そういうイメージから今は全然こう違ったモードになってきてるっていうのが、本当にそれがさっきの鈴木先生のお話でよく分かったと思うんですけれども、ではその展開の中で、いわゆるその宇宙に関わること、そしてデザイナーが、今までとやってきた私たちが知っているいわゆるグラフィックとかプロダクトのデザインとそうでないところで、どういうところにデザインに関わっているのかっていうことをちょっとアウタースペースだけではないところも含めてちょっと尾形さんにタクラムの活動についてお話しいただければと思います。はい、よろしくお願いします。タクラムの尾形と申します。えっと、あまり普段のこのデザイン業界とちょっとまた違うところでっていうことで、少しまずタクラムの紹介からさせていただければと思います。タクラムはですね、今、60人ぐらいの、規模で、東京、ニューヨーク、ロンドン、上海、を拠点に活動しています。で、いろんなバックグラウンドを持ったですね、デザイナーとかエンジニア、それからビジネス、いろんな領域の、プロフェッショナルが、そういった領域を超えて、活動しているというのが一つ特徴になっております。特徴としてはですね、私自身はデザインエンジニアというふうに、肩書きで言ってますが、テクノロジーとクリエイティビティ、それからビジネスっていう3つをですね行き来しながら、プロジェクトを進めていくというようなことが一つ特徴になっているかなというふうに思います。で、今日は宇宙関連のプロジェクトを紹介はしますけれども、やっていることはいろいろ多岐にわたりまして、いわゆるブランディングと言われるような、ものですね、そういったプロジェクトもありますし、アプリとかウェブとか、今日はメインで話を松田の方からしますが、この JAXA の H3 ロケットの可視化のシステムであったり、ロボットの開発であったりですね、それからこういった新しい新規事業を作っていくような R&D のようなプロジェクトもあれば、
展示とかですね、今ちょうど万博のプロジェクトもやってますが、そういった、本当にいろいろな、領域の活動をしております。こういったプロダクトデザインだったりですね、そういったこともやっております。で、ちょうどタイミング的には4月に始まった、大阪万博で、福岡新さん生物学者の方のプロデュースの命動的平衡感というパビリオンの展示も担当しております。もし行く機会がありましたらぜひお越しくださいと。これはですね32万球の LED をですね立体的にこの直径10メートルぐらいの円形のステージの上に作りまして、そこの中で生命の38億年の生命の歴史を物語として見せるようなインスタレーションになっています。ちょっとここの話をするとそうですね、はい。福岡先生がよくいつもおっしゃっている動的平衡という、概念があって、その、生き物というのはこう、常に物質的には入れ替わっている、食べたもので体ができていて、またそこから出ていくっていうこう入れ替わっていく中でも命っていうのは一時的には存在していて、でもその有限な命がこうずっと38億年こう、つながれて受け継がれてきたよねっていうようなことを本当にこう最初の細胞が生まれた時から、いろんな生き物が登場するっていうようなことを通じて、伝えるような展示になっております。でちょっと宇宙の話に入ります。で私自身はですね、今までいくつか宇宙関連のプロジェクトをやっていまして、これはアートサットというプロジェクトで、本当にこの10センチ角のですね超小型衛星なんですけれども、世界初の芸術目的の衛星を打ち上げようというプロジェクトで、東京大学と多摩美術大学のジョイントプロジェクトで、もうかなり前になりますが機体開発のところに関わっておりました。で衛星をそのものをですね設計するチームの中で、これはCubeSat という規格があって10センチ角の規格があって、JAXA のこの時は H2 ロケットでしたけども、そのメインの衛星の打ち上げる隙間にですね相乗り衛星という形で乗っけていってもらって、宇宙に行ってこう放出してもらうと。でこれはどういうものかというと基本的にはこの衛星からで取得した例えば画像とかセンサーの取得したデータみたいなものを全部オープンにしてですね、誰でもアクセスできるような形にして、それを使ったアート作品だったり、っていうのをこう、いろんなクリエイターに作ってもらおうというようなプロジェクトでした。はい、本当にこの時はですね、今はもう多分もうちょっとこう高精細なものも作れるかもしれないんですが、本当に低解像度の画像を、すごく時間をかけて送ってくるっていう感じなんですけど、それをそのものを使うっていうのもありますし、例えばこう今どこにいるかっていうデータもオープンソースで公開されているので、例えばなんかその多摩美の学生が作ってたのはこう衛星のいる位置によってコーヒーの味が変わるコーヒーメーカーですね。なんかそういうものとか。衛星のいる位置によってコーヒーの味が違う。ちょっとわかんない。なんかいくつかのコーヒーの、ちょっとそうですね、豆の種類が変わるとか、ちょっとわかんないですけど、例えばブラジルの上空にいたらブラジルの豆になるとか、例えばそういうことですね。とかあとはその、上空に衛星が来たら、照明の色が変わるとか、そういうこう宇宙を感じるような、作品みたいなものをこう、いろんな人が作るっていうようなみんなの衛星に作るというようなプロジェクトでした。で、もう一つはですね、これは今まさにiSpaceという民間の日本の企業がまさに今月を目指して飛んでるところですけれども、彼らが最初にですね Google ルナ X プライズという賞金レースに日本のチームとして参加していて、月面民間の力だけで月面にこの月面ローバーを飛ばして、そこからの映像を送ってくるというようなことを
なコンペティションですね、その月面ローバーのデザインというのにも関わっていました。で、この時もですね、先ほどまさにその機能美みたいなお話もありましたけども、本当にこう月のどこに着陸するかによって、太陽がどの方が角度で当たるか、みたいなことも変わってくるので、このローバーのですね、この今70度って書いてありますけど、一番こう効率よくソーラーに太陽が当たるような角度に、するとか、あとはこう、逆に今度は太陽の当たらない日陰になるとマイナス何十度っていう世界になるので、この何度から何度まで耐えなきゃいけないとかですね、かなりこうあとは本当にこう運ぶための輸送費コストがものすごくかかるので、本当に1グラムでも軽くしたいというような、技術的な制約が相当ある、中で、ただこのプロジェクトはこう、民間の力で最初にこう賞金レースに出ているということでいろんなスポンサーを集めたりとかですね、いう側面もあるので、なんですかね、こうみんなに応援してもらえるような雑に言うとかっこいい、ローバーでもあってほしいということで、そこの2つの側面をこううまくエンジニアリングとこう両立しながら、作っていくというようなプロジェクトだったかなと思います。で部品は例えばすごく民生品が使われていたりとかですね、コストの面だったりとか、そういったところもこう制約をうまく聞きながらエンジニアのチームと一緒に作っていくようなプロジェクトでした。組み立てはどこでやるっていう前提ですか？これはもう地上でもちろん日本で組み立てて、っていう形でしたね。でこれは残念ながらこの賞金レースは10年ぐらいやっていて、何度も期間を延長しながら最終的には成功するチームは出なくて、この日本のハクトというチームも、本当に打ち上げ直前まで、行ってたんですけれども、時間切れというかいう形ではありました。はい、というのが私が関わってた、宇宙関連のプロジェクトになります。じゃあちょっとここからは松田の方にバトンタッチをします。はい、松田さんはエンジニアとしてということで、側面も含めて、はい、デザイナーエンジニア、そうですね、はい、タクラムのの松田です。尾形と同じでデザインエンジニアって言っていますけど、デザインとエンジニアリング両方するっていう人間ですね。で、普段はそのこういうソフトウェアの開発だけではなくて、ブランディングであるとかプロダクトデザインであるとかっていうところもやってるんですけど、今回は宇宙っていうことで、H3FIP って言っているH3 ロケットの、あれは地上で捕捉できる距離って大体天候にもよるんですけど、大体80キロぐらいまでしか見えなくて、その後は追えないんですね。で、最近のその商用のロケットだとオンボードカメラっていうのがついてるんですけど、A3 ロケットの場合にはそれを落としてくることはできるんですけど、それを中継には使わないということで、位置情報であるとか、どういった速度が出ている高度が出ているかっていうのを情報として可視化をするっていうシステムですね。でなので地上的には映像の上に頂上されて上の方に出てる、これがH3FIP のその情報の部分ですね。ちょっと動画があるのでこれはあれですね、TF2 なので、試験機2号機の時のテレメトリーを手元に保存してあるものがあるんですけど、それを再現しているものですね。で、上にあるのがミッションのタイマーがあって、それに対して、真ん中の点ですね、それがロケットの位置ですけど、速度と高度がどう満たしているかであるとか、っていうのを3D 空間上で表示をしているものです。でこれがYouTube で、中継されて、一般の視聴者が見るものっていう、位置づけで作っているものですね。で今微妙に見えるかどうか分かんないんですけど、フェアリングが展開したであるとか、第1弾が停止したであるとかっていう情報、これもリアルタイムでテレメトリーとしてロケットから落ちてくるデータを使って、ここに表示されているっていう内容になってます。はい。
で、JAXA の方、具体的にはプロジェクトマネージャーの岡田さんという方がいらっしゃるんですけど、岡田さんから直接、こうしたいっていうことは言われていてですね、ただ非常に少なくてですね、ほぼこの3つしか言われてないんですけど、まあ、じゃが情報画面上部にコンパクトにまとめて、カウントダウンできるようにすることとか、20年運用したいみたいなことをおっしゃってました。で、ちょっと今日はどういうふうに鈴木さんとお話が絡むかあまりイメージがつかないんですけど、デザインって言った時に、僕らがデザインとかエンジニアリングって言った時に、どういうプロセスを踏んでるのかっていうのはもう少し具体的にイメージできるようにしてもらって、で議論の具体性を増す、助けになればっていう感じでお話ししたいかなとできればと思います。H3 ロケットから電波で飛んでくるんですね、テレメトリーが。で、まだ早いな。それが射場系っていう種子島宇宙センターの地上の設備に降りてきて、でそこから指令センターであるとか、いろんな系統で情報が発信されるんですけど、それの中の1個をH3FIP って言ってる、今回作ったシステムの中に引き込んで、それを映像として出力して合成するみたいな、基本的にはこういう構成になっていて、なので管制室あるじゃないですか。管制室で見てるのと基本的には情報のリアルタイム性であるとかっていうのはほぼ同じ状態を皆さん YouTube で見ているっていう感じになっています。はい。で、デザインをしていく中でいろんな民間の打ち上げってあるんですね。でこれはご存知だと思いますけど、スペース X の打ち上げですよね。真ん中にミッションのタイムラインがあってっていうようなものですね。これ非常によくできてるんですけど、で例えばこれはFirefly っていうFirefly アルファっていうロケットですけど、これはタイムラインが下にあったりとか、あとは複数のオンボードカメラを切り替えながら見せたりとかしてますね。全部民間ですね。これは、はい、Firefly も民間ですね。で、これは、ブルーオリジンのニューシェパードって、これはちょっと趣向の違うロケットですけど、カーマンラインのっていうロケットの境界線があるんですけど、それをちょっと超えるぐらいまで人を乗せてって、で垂直に降りてくるみたいなロケットなんですけど、なのでタイムラインが左に縦方向にあるじゃないですか。なのでロケットの高度とちょうど対応するような形でデザインされて、これもよくできてるなというふうに思ったりとか、いろいろあるんですね。でJAXA さんがこの前に持ってたのはこれなんです。左側が H3A で H3 ロケットで H2 ロケットで使われていたテレメトリーの画面です。で右側が、イプシロンロケットで使われているものですね。基本的に左側の画面っていうのは管制室で使われているシステムをそのまま一般の視聴者に向けて使っているものなので、なんか本当にWindows のウィンドウ見えてるじゃないかみたいな感じで、カーソルもなんだったら見えてるんですけど、あまり伝えることを考えてないっていうものですね。それを何とかしたいって思って依頼されてきてるので、問題はちゃんと認識されていて、なのでこれを今回何とかしたいって。でちなみになんですけど、その左側みたいなその指令室のソフトをそのまま使うっていうのはNASA とか、あとは国営でいうとインドのイスロっていうのがあるんですけど、そういうのが発信する時も大抵こんな感じです。なので民間以外は結構左側みたいな画面の方が多いんじゃないかなっていう気はしますね。いやもうまさになんか JAXA とか、NASA はちょっと違いますけど、イスロ、インドですとか国がやる仕事ってやっぱりすごい雑というか、お客さんのことはあんまり考えてないっていう、受けなくてもいいやみたいな、そういうところがあるので、ちょっとなんか色気がないものが多いですよね。ただインドのイスロも一つだけ違う事例があって、それがチャンドラヤーンっていうのが月面に着陸するっていうのがあって、これチャンドラヤーンはアメリカロシアに次いで3番目、あとアメリカロシア中国に次いで3番目の月面着陸をやろうっていう、で結局ロシアはあれなんでその要するに世界で3番目になるっていうので、この、インドとしてはものすごい誇らしい瞬間だったので、それだけは CG でやってたんですよ。新しいというか、完全に月のシミュレーションをテレメトリっていうその向こうから送ってくる電波のデータに基づいて、それを使った
月面でここに着陸しましたってほんまかいなっていう感じがするんですけど、なんかすごい紙芝居みたいな絵が出てきてやるっていうのをやったので、イスローも少し進化しているっていうところはあると思います。ちなみにイスローの打ち上げ中継多分 YouTube に上がってるので興味ある人見ていただいたら面白いんですけど若干お祭り騒ぎ感があってですね僕は結構好きなんですけどスペース X は違うお祭り感があっていいですよ。ガラス張りの管制室の後ろに観客席みたいなのがあるんですけど、そういったものの情報の分析同じ役割を持っている要素を同じ色にしてさっき見せた、これを見せた画面をこう分析するとこんな感じになっている。スペース X が以外は割とこう画面の全体にこう散らばってるんですね情報の要素が。なのでここだけ見てたら分かるみたいな感じになってないんですね。青いのがタイムラインで、オレンジ色がスピードメーターですね。で、黄色が高度計でとかっていう。はい。JAXA はまとまってるけど全然分かりにくいところにまとまってるんですね。一番右下ですね。まとまってはいるんですけど。まとまってるけど何が重要かっていうのが構造化できてないっていう感じですね。はい。どこをどう見るかによるんですけど、その情報がコンパクトにまとまっていて分かりやすさでいうとスペース X が分かりやすいですし、はい、左上で、はい、でちょっとなるほどっていううなる感じで言うとブルーオリジンのニューシェパード左側の中段ですね。さっき言ったみたいなコードとそのタイムラインがこうしてるような設計っていうのはなかなか面白いなっていうふうに思うっていう感じですね。H3 フィップの場合にはこういうレイアウトにしたんですね。その1箇所にまとまってて、で一番重要なのがミッションタイマーって言ってるX プラスなんちゃらっていうところですね。っていう情報構成にした。なので結構こう変わったことはしてなくて、ただただでしかもグリッド上にこうレイアウトしているので、すごく古典的な方法で情報は構成したって感じですね。なので左側がなのでH3、H2 までのテレメの画面で右側がH3 フィップですけど構成している要素はそんなに変わらなくてですねただ、そのさっき言ったみたいなまとまってるけども優先順位がついてないところをちゃんと優先順位をつけるっていうのと、あとはビジュアルの精細さを上げたっていうところですね。はい、っていうのが基本的にはやったことです。はい。ロケットの軌道から下に降りてる線があるじゃないですか。これってなんかだんだん高度が上がっていくとこう壁がだんだん高くなっていくみたいな感じになって。いいとこに気づかれましたね。実はですね高度 1000km を超える1000だったと思いますけど1000km を超えると今これ地球の管制系というかその地球を固定した管制系で見てるなので地上真下が通ったのと同じ経路が載ってるんですけど 1000km を超えると完全な完成形なので線を引くとだんだんこう斜めになっていくんですねっていう感じになるようにしてます。なので線が高くなりすぎてるなって思う時には完成形に切り替わるので線が消えますね。はい、っていう感じになってます。ちょっと難しい話なんですけど完成形っていうのはつまり地球って自転してるので長期間で見た時には完成の法則は効かないまっすぐ行ってるんだけど曲がって見えるみたいなフレームになっているのでそうじゃないもっと遠くに行く時のミッションとかだと、そういう宇宙の回転もあるこう空間の中の運動であるっていうふうなに扱うその空間で描画をしたりします。はい、でちょっとトピック変わるんですけど画面の上に載ってる情報の文字についてちょっと聞かれることが多いのでサクッとだけお話ししておきます。よく使われるのはですね、これユーロスタイルユーロスティールっていう書体でこれの前身になってるマイクログラマーっていう書体があるんですけどこれとかは2001年宇宙の旅とかでもよく使われているものですね。で、こういうそのちょっと SF チックなものであったりとかあるいはその、日本語だとこれはシドニアフォントですけども個人的には好きなんですけどこういうその未来的 SF 的っていうような印象とその JAXA さんとお話をする中で
もっとこうなんていうんですか、人間味があったりとかですね、種子島宇宙センターもまあよくも悪くも平成初期のこうなんていうんですかね、ちょっとそんなに未来感ないような設備だったりするんですけど、ブランディングとかをやってると使い手と離れたことをしても長続きしなかったりするんですよ。なので帯びるべき印象であるとか与えるべき印象っていうのはもう少し人間味があるようなものに近づける方がいいなということで、いろいろ探した中でタイプライターとかで使われるような書体に近いですけど、カートグラフ CF っていう書体で、探して、それを基本的なタイマーとかの書体に使ってますね。で、ポイントとしては左下にというか下側にカタカナがありますけど、カタカナを含んでいてこの書体が。でちょっと変わった形なんですけど、特徴づけるためにはいいかなということで、このカートグラフ CF を使ってこの文字系をまず設計をして設計をして、で、カタカナと、日本語と、ラテン文字ですね、数字とをこの中で、3つ書体使ってるんですけど、そいつらを結構複雑に組み合わせながら、1個の一つの、文章に見えるような形に調整をして出すっていう、この辺りはすごくこうなんて言ったらいいんですかね、なんかアメリカンサイコの名詞の話みたいなそんな感じの話なのでなんか興味ない人は全く興味ないだろうなと思うんですけど、はい、こんなことをしたりしてます。タイプセッティングとかもプログラムは自分で書いてますね。はい、書体名がカートグラフなので地図情報であるとか、はい、そういうところに使われることが、想定されている書体ですね。なので数字情報は非常に見やすいですね。はい、なので、はい、こういうところによく使えるなという印象のあるものです。情報が分かればいいっていう、昔のだから要するにJAXA がやってたのって、情報データが分かればいいっていう発想だったのが、これをどう伝えるかっていうのをこの絵というかこのデザインで表現するっていうことって多分なんか宇宙機関の中であんまり考えてこなかったんだろうなと。民間ならまだねお客さんに優しいとかなんか一般の人に受けたいとかそういうのがあるんでしょうけど、多分国ってそういうことを考えない。でやっぱり宇宙開発ってもうなんか伝統的に作る側が偉かった時代っていうのは長くて、この宇宙の技術を持ってるやつが偉いと。で分かんないやつはもう分かんないまま放っておくみたいなところが多分多少なりともあったと思うんですけど、こういうふうにしてなんかどう見てもらおうみたいにこの描いていくというか、そういう伝え方を考えるっていうのって多分なんか本当この最近ですよね。民間のやっぱり宇宙産業っていうのが出てきたっていうのがやっぱり一番大きいのかなっていうふうに思いますね。それは大体いつ頃ですか、JAXA の方針がそういうこの作り手から使い手になったっていう感じっていうのは。明確なことは言えないですけどH3 ロケットの開発でさっきも申し上げたみたいに岡田さんという方がいらっしゃるんですけど、その方がこれまでは技術出身の方が責任者になっていたんですけど、そうじゃないところからの初めての責任者の方だったんですね。で H3 ロケットの開発が始まったのがいつ始まったっていうのは難しいですけど、15年から20年前とかなので、そのあたりなんじゃないかなという気はしますね。なんか最初にご紹介したアートサットをやってたの2010年ぐらいだったと思うんですけど、JAXA に筑波に行ってなんか名刺交換するときに衛星のデザインしてますって言ったら何のデザインですかって言われて全部デザインですよ。熱設計も回路設計も全部デザイン、どのデザインですかって言われて、要するに本当にデザインっていうと宇宙でいうともうイコール設計みたいなことで、いわゆる今デザインっていうことでいう、ユーザーのことを考えるとか受け手のことを考えるっていうようなことが全然なかったんだなっていうのはその時もすごく思いました。でちょっと話が変わると下側の情報ですね。ロケットがどこにいるのかで、どのイベントを通過したのかっていうのが下のもので見える。で、情報としては
内容は言えないんですけど、一定の数字が来ているんですけど、それをその視覚的に意味を持たせて、表示をするっていうのはこれは設計を、デザインをする内容のものですね。具体的にはこう、なんか点に意味を持たせるとか薄い線に意味を持たせるとか、そういった設計はしていますね。であとは上側もそうですね。上側はその、飛行経路とは違うイベントの進行状況を時系列で表示をしたものですね。なので真ん中を今の時間っていうして、右側が、未来で左側が過去っていうような形で整理をしているっていうような、こういったのは本当にデザイン、情報デザインのところだとは思うんですけど、っていうような考え方でやってます。はい。で、ちょっと、じゃあエンジニアリング寄りの話をすると、ラベルってこれ引き出し線今引いてるじゃないですか。ある点から引き出し線を引いて、でいい感じの空白に置くっていうのは、例えば1枚の絵に対してやるのは多分デザイナーに頼んだら難しくてできませんという人はまずいないんですけど、というのはその空いてるところとその引き出し線を引く対象とのいい感じのバランスをするところにポンと置くっていうので済むんですけど、システムにするっていうことはあらゆるその位置に対して一定の制限を持たせたあらゆる位置とあらゆる組み合わせに対して、いい感じの位置になるっていうのを、形式化をして、アルゴリズムを組むっていうことをするわけですね。で、ちょっと細かい話なんですけど、左側があまりよろしくなくて右側が最終的なものなんですけど、ただその、引き出し線を引く先の点と文字同士が重ならないようにするだけだとあの、えっとカメラが回転するので順序が勝手に変わったりするんですね。そういったものを避けるっていうこととかの非常に細かいエンジニアリング的なデザインの話っていうのを実はやっていたりしますね。はい。このカメラの回転っていうのは地球の自転に合わせて動いているみたいなことではない？違います。回転自体は一定の速度で回転してるんですけど、プラスして、ロケットの進行方向の変化はそれに対して加算されるようにしてます。なので、ロケットがこうグーって曲がる時にはカメラがよりこう動くような感じにはなるんですけど、全くカメラロケットが慣性で飛行してる時もカメラは回転するような動きにしてます。それはそうしないと実は奥行きってあんま分かんないんですよ。なるほどね。見えるところと見えないところがこう点火って言ったらあれだな見えなくなったり新しく見えたりすることで奥行きって分かってくるので、そういうことをしてますね。はい。あとは地球ですね。これ簡単です。下側に地球が描かれてるんですけど、最初は2001年宇宙の旅みたいな地球様子にしたいなと思ってたんですけど、改めて見るとあんまりすごくないんですね。当然ですよね。1968年だと思いますけどのものなので、多分写真を初めて撮った宇宙の写真地球の写真が撮られた時とほぼ同じぐらいの時期の話なんで。とかなので参照としてはやっぱりISS からの写真とかっていうのは参照しながらやってますね。で、データベースで地上のアルベドって言うんですけど地上の色とか、海水深とかっていうこのデータは実は NASA が全部公開してくれていてですね、それを使ってとはいえ端末はインターネットを接続できない環境遮断されている環境にあるので簡易 Google マップスのデータを自前で作るみたいなことをして、しています。で左側がそれにプラスして大気を計算を入れたら左側になるんですけど、それだけだと足りなくて実は雲っていうのがすごく大事でさっきのその2001年宇宙の旅でよく見るとあれはほぼ雲なんですけど確かにそういうことだなっていうふうにはここまで来て分かったって感じですね。はい、だから右側が最終的に雲を入れた時の地球っていうものですね。雲自体もすごくトリッキーでこれもNASA のデータなんですけど衛星って衛星というかこれって地球全体を覆う写真って基本的には準回帰衛星って言って準回帰軌道って言って地球の周りをグーってこう回って全体を取っていくんですね。で地上とかだといいんですけど雲だと
なんかこう一周した時には雲が変わったりするじゃないですか。でなんかこういった後だとすごいもっと変わってるみたいな。なので実はこの写真の中にそういうつなぎ目がうまいことつながってないところが大量にあるんですけど、それを手作業とAI を使って補正をしてますね。はい、これが一番大変だったところですけどね。はい、で結果的にこんな感じになってるっていうところですね。この辺りも本当にもう趣味的な感じになってますけど。はい、はい、で最後はちょっと開発の話をしておきたいなと思うんですけど、これもうほぼほぼソフトウェアに対して僕が最近思ってることですけど、これプロジェクトとしては大体3ヶ月で作ってます。で予算も少なかったので一人で作ってる、デザインもして一人で作ってるんですけど、1日目かさらっら、と言いましたけどでも本当に一人でやってはい、ました。一人でやってます。で、1日目にこう、テレメトリーを解析してとか、で、2日目になんか地球っぽいものが出たりとかっていう、すごいちょっとすいません、ラフなコメントばっかりなんですけど、大体4日目とか5日目とかになると、大体その最終的に見える状態に近いものは作ってるんですね。で、これはなんかすごい特別な話じゃなくて、うまいことやれば多分誰でもできるんですね。で、なんかソフトウェア、ただこれってほぼハリボテっていうかロジックも入ってないし、地球をこうズームすることもできないんですけど、最終的なイメージをそういうその2ヶ月の時の5日目までに作ってしまって、それに向けて詳細化とかロジックを作っていくみたいな作り方っていうのはソフトウェアではすごく当たり前になってきているので、なんかこういったやり方をしてます。で、もう一個重要なのがこれと並行して1日目にやったのは実はテレメトリーを本番同様のに手元でこう創出するシミュレーターを作ってます。で、開発してる時にはそのシミュレーターを使ってあの打ち上げ時と全く同じテレメトリーをそう受信しながら、プログラムを書いてます。これとかあんまり本質的なことはしてないんですけど、線の太さ変えるとかっていうことしかしてないんですけど、打ち上げながら開発をするっていうようなプロセスをとってます。で、どういうことかっていうと、どういうことかというか、なので開発終わるまでに僕手元で多分100回を優に超えるぐらい仮でロケットを打ち上げたりしてるんですけど、打ち上げながらプログラムを回しながら、機能も開発して見た目も調整していくっていうのは、結局のところその単体でこう出来上がったものを組み合わせて最後にガッチャンってするっていう話ではなくて、こう常に統合された状態をずっとキープしながら、その詳細化をしていくっていうそういったプロセスでソフトウェアでは最近はすごく当たり前にやられていることですし、なんかそんなイメージを持っていただければ良いかなというふうに思います。というのが私が準備してきているものです。はい。なんか今のお話を聞かれて鈴木さんいかがですか？いやいやもう、ええ私はもうコンピューターそのものはもう本当なんか文字を書くぐらいしかできないので、ああやってグラフィックをこう作っていくっていう作業が、どんだけ大変なのかっていうのは全く想像できないんですけど、なんか地球のこう雰囲気とかどういうふうにこの地球を捉えるかって結構やっぱり宇宙をやってる人ってなんだかんだ言って地球を見る機会が多くてですね、なんかどっかですごいなんていう現実離れしてるというか、要するに地に足がついてないところがあって、でそういうところからこう見てるので、ある種のなんか違った視点みたいなものっていうのはあるのかなと。でそれは例えばイーロン・マスクっていう人を見ててもなんかすごい感じるんですけど、そういうなんかこのデザインをやってるプロセスを見ていると、なんか自分たちのことなんだけど自分たちのことじゃないような、なんかずっと遠くのところで起きてることがこうなんていうんですかね、本当は手元で起きてる話なのになんか全然違う世界の話のようにも見えるという意味では、なんか自分たちが生きてる世界、まさにその生きてる地球っていうこの星を外から見ることによってこのなんていうんですかね、受ける印象とかこうすごいメタなところから自分たちを見ているみたいなそういうところがあって、でおそらくこれって多分なんか人間が例えば地球環境とかそういったことに関心を持つようになった
大きななんていうか心理的な変化であり、こうパーセプションの変化っていう、こういうところにもつながってったと思いますし、また同時になんていうんですかね、こうパースペクティブっていうか見る場所を変えることによってこう描かれるものが違うとなると、やっぱりロケットって多分打ち上げ見に行った人は分かると思うんですけど、とにかくすごい勢いでドーって上がってって、こう腹の底に響くような打ち上げ音っていうのが来るんですけど、それとは全く違う、なんかこうすごくスタイリッシュにこうそれが表現されているみたいなところは、なんか別のものを見ている、この非常にこうフィジカルでパワフルでドカンとくるようなものと、なんかこう画面上でさらっと流れていくみたいなものとの、なんかこの対比がこう2つ、同じものを見ていても違うものなんだなっていうのをすごい感じる、そういうなんかパーセプションの違いみたいなものは、なんかすごい今日お話を聞いてて感じました。皆さん、SF 映画とかご覧になると、宇宙って本当に空気がなくて無音っていう感じで、もちろん重力もないっていうところで、私たちをこういろんな意味で引っ張っていく、あるいはノイズも含めて一切そういうのがないわけなので、そういうイメージともつながっていくと思うんですけど、あとはなんかお話になってたイーロン・マスクが作る宇宙船は中身が全部タッチパネルになってるっていう話も伺ってて、昔皆さんがこう宇宙船っていうと本当にね、ここに行ってみたいな、これを使うよみたいなのがあるんで、それじゃないっていう話もあって、ちょっとそういうことのセンスの違いみたいなものもちょっと。このこれは必要あれば出すつもりで入れたやつなんですけど、デザインって言った時の、スペース X って、ちなみになんですけど、スペース X って非常に特殊なので、それを宇宙開発と思わない方がいいとは個人的には思うんですけど、これラプターエンジンっていうスターシップに使われているロケットのジェネレーション1から3のものなんですけど、右側に行くにつれて機能は同じなんだけれども、不要なものがだんだん削ぎ落とされていてシンプルになっていって、コストが低くなっていっているっていうものなんですけど、ちょっと本当かって思うんですけど、そうらしいですっていう。スターシップはどのくらいのスパンですか？多分10年ぐらいの差ですよね。でこの1って書いてある一番右側にあるやつは、36個かな。これ同じエンジンがダーッとこうなんていうんですか、丸く並んでて、でそれがもう100人乗って火星に行くみたいな、そういう人間100人乗せて火星に行くっていう、そういうものを作ろうっていう話なので、団体バスです。火星に行く団体バスロケットですね。はい、そういうのを作ろうとしてるやつですね。はい。面白いですよ。これ36とか33だったような気もするんですけど、33個こうあって、で33個あるっていうことは、どれか一つが故障する確率って33乗になるじゃないですか。でただ、1個ぐらい故障してつかなくても別に大丈夫みたいな論用してるのが非常に面白いですよ、これは。サーバーみたいな。はい。しかもそのロケットの1段目って帰ってくるんですよね。そのまま捨てちゃうんじゃなくて再利用できるようにしてる。これは、ちょっと否定的なことを言おうと思って出してきたものというか、イーロン・マスクってこう月じゃない火星に行くであるとか、鈴木さんが以前人類をこう死後にするみたいなことをおっしゃっていたのをよく覚えてるんですけど、人類を死後にしたお話をしたりするんですけど、彼の持ってるエステティクスってすごくパーソナルだなって僕は感じるんですね。でこれも、右側はそのロボバンっていうもので、左側がロボタクシーっていうものなんですけど、おそらく彼が持ってるその未来感とかっていう、おそらく SF とかからこう培われたパーソナルなその美的な感覚っていうのが反映されているっていうふうに思う。なのでなんか人類のことをやりながらこう非常にパーソナルなものが外側にまとわられてる、まとわられる、これ車ですけどね、っていうふうに感じるということをちょっと参照したかった感じです。はい。イーロン・マスクが人類を主語にするっていうのはちょっと補足すると、イーロン・マスクって、今トランプ大統領の周りにいるので、なんかアメリカファーストのなんか権限みたいな風に見られてますけど、実際はイーロン・マスクさんは南アフリカの生まれで、お母さんカナダ国籍で要するにアメリカの人じゃないんですよね。だけどなんていうかアメリカに来て成功した人なので、言ってしまえばそのアメリカに対する憧れとかそういうものもなんかすごく強く持っている人なんですが、彼の事業とか彼の発言とかって
結構その主語が人類ヒュマニティっていう言葉で表されることがあって、それはどういうことかっていうと、例えばなんでイーロン・マスクが宇宙をやるのかっていうと、それは地球がダメになった時に宇宙に行けるから。さっきも100人乗りで火星に行くみたいなのは、要するに地球がダメになった時に火星に行くっていう、こういう発想があるからで、テスラをやるのもこのままガソリン車というか内燃機関の車を走らせたら、その地球はもう人類が住めなくなるからダメだっていうふうに言うんで、こういう電気自動車作ろうとか、あとよくイーロン・マスクって日本の少子化をやたらなんていうかディスるんですけど、あれって要するに少子化がダメだっていうふうに言うんですよね。彼は実は公認してるかどうか分かりませんけど、14人ぐらい子供がいるっていう人で、要するにもう人類はこのままいったらどんどん数が少なくなって滅びるから、もっと子供作れみたいなことを言う人なんですよ。でそういう何はともあれ人類なんですよね。人類のために彼はやっているっていうのが一応そういう理屈になってるので、そこは結構ねイーロン・マスクを理解する上で結構重要で、例えば最近トランプ大統領の政策でこの移民を入れないとかっていうことを言ってますけど、あれ多分彼は反対してて、移民をもっと入れろって言いますし、とにかくこうなんていうんですか、国っていうのは邪魔者で国がなんかこう頑張るとか、あとイーロン・マスクがリベラルが嫌いっていうのも、そういうこの変な道徳的なことをやって、で人類がこうなんかおかしくなっていくっていう、そういう発想を持っているので、彼はリベラル嫌い、特に同性婚だとかトランスジェンダーだとか、そういったところに、彼の息子がトランスジェンダーで女性になったっていうのもあって、それがショックでトランスジェンダーを憎んでるって、本人の自伝に書いてあるので、そういうやっぱりこともあって、リベラルはダメだっていうふうに言うようになったっていう、要はなんだかんだ言ってもなんかいろんなことが人類っていうのにつながってくる発想を持ってる人だなと思います。だからすごいそのスーパーロジカルなこうもう人類レベルで正しいみたいなところまで行く部分と、これもそうですけど、ものすごくパーソナルなその部分、すごくこの矛盾したものを持ってるなっていう印象はありますよね。そういう意味ではすごくアーティスティックだと言ってしまうと怖いんですけど、すごくアーティスティックだなと思います。やっぱりアートって矛盾を本当に抱えながら前に進むっていうところで、世界観とかビジョンは本当に一つ貫かれてるっていうところがあって、表現とか意象というのをどういうふうに考えていくのかっていうのは、それはサブジェクトからやってくるっていうのはすごく大きいので。これ最後ですけど、サイバートラックですね。はい。これも多分ご存知だとは思いますけど、はい。で、面白いことで言うと、確かこれリードでエンジニアの方が、ドイツ出身の方がドイツだったかな、方がいらっしゃるんですけど、その人が言っていたので言うと、基本的にピックアップトラフィックって構造が非常に古いので、硬い土台があって、その上にこう乗せていくみたいな、もっと一体、普通の自動車ってもっと一体で作られるんですけど、そうじゃない作り方になっているんですね。で、そうじゃなく、そういう作り方ではなくて、外骨格をまとうような構造にしてピックアップが作れないかっていうことをイーロン・マスクが、から発想して、それに対してそのスタイルとかをそのリードデザイナーの方が適用したみたいなことをおっしゃってたりして、結構印象に残ってるんですけど、でそれってかなりこう私とかはスティーブ・ジョブズの時代の人間リアルタイムで見てた人間なので、そのテクノロジー起点でこうユーザーが使うものを作るっていうのがかなり否定されていたことだったりしたんだとしていました。ただ彼のそのコンシューマープロダクトを見てると、すごくこう技術ドリブンでものを作っているし、それをパーソナルなその美観でをまとっているので、例えばあれじゃないですか、そのドアの取っ手がないみたいな、それは普通のテスラとかもそうですけど、ただあれってずっと出っ張ってる方が使いやすいに決まってるじゃないですか。パッてやらないと出てこないとかって、使う人だからその人間を中心に考えるのが必ずしもいいわけではないと僕は思いますけど、そういう考え方を一切してない、もうあまりしてない人なんだろうなというのがこういう日常生活で使われるものに対しても起きているなというのが、印象としてはありますね。
さっきちょっと私が事前の打ち合わせで驚くべきことにその衛星の話が出て彼が作ってる衛星の話とか衛星がどうやって宇宙空間でばらまかれていくかっていう壮絶な話を聞いて驚いたのでちょっとその映像をジョンさん見せていただいてもいいですか？これはインドのイスロがやった104機の衛星を同時に打ち上げるやつで、ここから衛星のセパレーションってこれはカルトサットっていう地図を作るための衛星があるんですけど、ここからナノサテライトっていう要するにちっちゃな衛星をこうやってロケットからボコンボコンって切り離していくんですよ。もう本当なんかねなんていうんですかね、本当サンゴの産卵みたいな感じでとにかくロケットが飛んでいく軌道に一個一個なんか種まくみたいに置いていくんですよね。そうすると衛星と衛星の間隔が取れて、でもみんな同じ軌道面を飛んでるみたいなよくA トレインとかって言い方をしますけど衛星が連なってダーって流れてくる。これイーロン・マスクのスターリンクも同じように一つの衛星ロケットを上げて、でそこからバーッと同じように衛星をばらまくように切り離していくので地上から見ると点でダーって一直線になって見えるんですよね。でこれが実はイーロン・マスクの衛星がたくさん今7,000機ぐらい飛んでるんですけど、これがいろんな軌道面であちこち飛んでるので、結果的に天文学をやっている人たち、要するに星空を観察する人たちってずっと衛星が横切る格好になるので露光なんていうんですかね、カメラで露光を開放してで長時間露光をやる時ってずっと星の光って弱いのでずっと長時間露光をやるんですけど、そうするとその時間ずっと横に入っていく衛星が全部線になって見えちゃうので天文学的には非常に困るっていうことが起きてたりもしてますね。これがまさにこの衛星のばらまいた結果です。でやっぱりロケットというのはだからその民間がボンボン上げてってそれでなんかその衛星の方にいろんな各国のカスタマイズがあるっておっしゃってたのもすごい面白かったんですけれども、衛星はそれぞれだから例えばイーロンが挙げたものに衛星を載せてでそれぞれの衛星例えば第三諸国のような途上国でも衛星を上げられるっていうのはそれだっていう仕組みの話をされてたんですけど、ちょっとそれについて皆さんに共有していただけませんか？先ほどとか尾形さんがお話をされてた中でキューブサットっていう10センチ10センチ10センチの衛星っていうのがあって、これが一番ちっちゃな、サイズの、規格化された、1U っていうユニットの U なんですけど、でこれが3つ重なると 3U とか 6U とかっていうふうにだんだん大きくなんていうんですかねレゴみたいにくっついていって大きくなる衛星があるんですけど、こういうものはもう今大学の研究室のレベルで作れます。でそれを作るんですけど途上国でももうこれを簡単に作れるようになっていて、でしかも普通の例えば通信衛星とかだとやっぱりイーロン・マスクがやってるスターリンクとかああいうのを使った方が早いのでやるんですが、やっぱカスタマイズするっていう衛星を必要とすると。で私北大に以前いたので北大の先生がフィリピンとやった案件があって、それは何かっていうとハイパースペクトラムっていうかいろんな光の波長を取るセンサーっていうのがあるんですね。光の波長って光って波になっててなんだっけ赤が長くて青が短いみたいな、そういう光の波長っていうのがあるんですけど、その波長を捕まえる特定の色だけ検出できるそういうセンサーがあるんですけど、それで何をやったかっていうとフィリピンに、フィリピンと一緒に作った衛星がこのバナナ園フィリピンってバナナたくさん作れますけどバナナの農園ってすっごいでかいんですよ。でもそこに例えばバナナの伝染病ってパナマ病っていうのがあるんですけど、このパナマ病っていうのになると葉っぱが白くなって枯れちゃうんですね。でこれ伝染するのでこのパナマ病を早期に発見してこれを、切り取ってしまうとか焼いちゃわないとその
もう農園自体がもうパナマ病だらけになっちゃうので、それを見つけるための衛星っていうのを作ったんですよね。でそれは何かっていうと、葉っぱは緑なんですけど、パナマ病にかかったバナナの木って葉っぱが白くなるんで、その緑のところだけをずっとこの波長で取っていくと、葉っぱの白くなったところだけが映らないので、ここに何かあるっていうのが分かる。でそれでじゃあここでパナマ病のこの木があるからっつって、それを燃やしに行くんですね。でこれ面白いことに、例えば朝の光と夕方の光ではこう波長が違うわけです。だからそのいつの時間で撮るのか、それに合わせてどういう葉っぱの角度で、だから葉っぱも例えばその太陽を受けるところと受けてないところでは色が違うので、その光の波長っていうのをこうカタログ化して、でこの色だったら大丈夫、この色だったらダメっていうふうに、そういうのをこういろんな角度で葉っぱのと、あと太陽の角度とか朝夕方みたいな、そういうこの、違う時間帯の葉っぱの色っていうのをこう全部記憶させて、でその波長を取っていってっていうことをやると、そのパナマ病を捕まえる衛星ができるっていう、こういう仕組みになっていて、これって多分需要が多分そのフィリピンにしかないというか、バナナ作ってるところにしかないっていう、そういうところなんですけど、逆に言うと今まさに個別のそのテーラーメイドな衛星っていうのを作るっていう、こういう時代がやってきてるっていうことですね。そうですね。だから本当に衛星がコモディティになってるっていうか、グローバルにいろんなところの用途でそういうその宇宙のビジネスが使われてるっていうのは非常に興味深い話だったんです。もう一つやっぱり衝撃だったのがインドの話ですね。エディサットの話も非常に興味深かったです。インドって、世界で今最大の人口のある国で、しかも若い世代、つまり子供が多いんですよね。で子供が多いから、何が問題になるかっていうと、学校いくら作っても追いつかないんですよ。なのでとにかく学校を作っても先生がいない、建物ができても先生がいないっていう状況になるので、こうやってエデュサットっていうこの衛星で、こう全ての、例えば小学校中学校高校の、例えば国語理科社会数学みたいなのを全部プログラムにして、衛星放送をやるわけです。でそのための衛星を1個持ってるっていうのが今のインドの世界で、こうやってまさにテレビを見ながらですね、一人の先生がそのあちこちの、この学校に同じ先生が同じプログラムを教えてるという状態になっていて、なんていうんですかね、今予備校とかでも衛星を使った予備校とかありますけど、ああいうのの言ってしまえばよりこう全国版みたいな、義務教育版みたいな、そういうものっていうのがあるっていうのがインドで、要はインドってそういうこうなんていうんですかね、こう使う人、要するに人々のこれインドの宇宙開発の父っていう人がサラバイっていう人がいるんですけど、このサラバイっていう人の信念で、インドは先進国と競争するために宇宙開発をやるんじゃないと。でインドの宇宙開発っていうのはもう国家を発展させるためにやるんだと。だから経済発展のために宇宙開発やるんだって言って、こういう教育のための衛星を作れみたいな、こんなことをやってるんですね。本当その話を聞いてすごい感動したのは、やっぱりどうしてもこう日本の感覚だと、まず学校を作りましょう、建物を作りましょう、で黒板用意しましょうみたいなところから始まるんですけれども、すごくダイレクトに何を必要とされているかって言ったら、先生であって教えてくれるやっぱりコーチっていうかコンテンツなわけですよね。だから間に合わないってことに、このエディサットっていうすごくかっこいい名前が使われてるってことも本当にちょっと今回非常に感動しました。やっぱりそういうふうな形にしてさっきそのインフラっていうことだけじゃなくて、それぞれの用途に応じてコモディティとなっているっていうことも本当に新しい局面だと思います。なんかいかがですか、お二人は。そうですね。やっぱりなんか宇宙ってこう、いろんな側面が今日もいろんな側面がありますけど、本当に実用的な側面とか、そこの中でこうユーザーみたいなものがやっぱりユーザーから手が届くというか、こう必要なものを作っていくっていう
なんかそこと、さっきもあったようなもともとは本当に作ることが一番偉くて作ったものを使わせてもらうみたいなところからなんか一つニーズからスタートするようなところがどんどん増えてくると、デザインとかの役割みたいなところも一つなんか出てくるのかなというのは思いましたね。なんで、エッジ ZAT の事例とかを聞いて、導入したいか欲しいってお金を払って欲しいと思うかっていうところが、多分そういう発想にならないっていう状況もあるし、それが魅力的に感じないっていう、そのコミュニケーションがうまいこと言ってないことで、そういう状況になっているっていうのも多々あると思うんですね。さっきのその H3 の場合でも、うんとテレメトリが変わらなかったら、そこまでコミュニケーションされてない状態で打ち上げっていうのが起きていたわけですよね。だから欲しいと思うようにするためには、何をするかっていう、で、それは普段のコモディティ化した、プロダクトに対しては、デザインでいつも起こしてることなんですよね。何か役に立つんですっていうことを、教育するのではなくて、そういう風に感じる何かをまとわせるっていうことは、普段からやっているわけですよ。で、それがその衛星であるとか、その宇宙のもの、その宇宙技術に対して多分行われてきていると思いますし、今後より重要になっていく、重要というか、対象になってくる感じはします。はい。なんかそれってやっぱり複雑なハードウェアを大きく作るっていうことから、なんかいろんな意味でのソフトウェアの可能性を増やしていくっていう、そういう方向にも割と重なっているような気がするんですけれども、そういうところで今日はちょっとアートドっていうのが入るので、お二人に来ていただいて、いろいろな宇宙の一つのプロセスが体験というのをどういうふうにシミュレーションして受け手の側に実感を持って分かっていただくのか、あるいはちょっとかっこいいと思っていただくのかってエステティックの問題があったと思います。で、そういう意味で短さ、自分事としてこの宇宙のことを考えていくという意味では非常にアートとかデザインは機能していると思うんですけれども、やっぱりアーティストもいろんなアイデアを持ったり、本当に自分自身でコンセプチュアルな一つのメッセージとか企画を立てていく人だと思うんですけれども、そういう人たちがいろんな衛星に関するアイデアを出していくっていうことも、非常に何か一つ今後のアートの可能性として面白いところなのかなとも思ったりいたしました。それぞれ皆さん今日は素晴らしいスピーカーの方たちで、一言何かもしこれは言っておきたいということがあったらどうぞおっしゃってください。皆さんへのメッセージ。僕らは、宇宙のことだけをやってるわけではない、いろんなことをやってる中で宇宙にも関わっているっていう、立場なんですけど、そういう意味では関われる関わりしろっていうのがすごくやっぱり大きくなってるんだろうなという気は、しています。なのでデザインに関わらずいろんな領域がさっきのじゃあ教育に衛星使おうっていうのもそうですし、バナナの話もそうですけど、今までなかなかその発想が出てこなかったと思うので、そういうものがニーズドリブンでいろいろ出てくると、そこにデザインの役割みたいなものも発生してくるのかなというふうには思いました。はい。ありがとうございました。皆さん拍手でお願いします。ありがとうございました。